さて、国産 3D 美少女キャラで独自の武器を作れるハデス風ローグライトが PC のほか家庭用版各種でも発売決定するも、体験版でちょっと物議を呼んでいるとのことで、今回はトワと真珠の祈り子たちの紹介を行います。ハデス系は今や世にたくさんありますが、そんな中今作はオリジナル要素を盛り込み大きな特徴を出しています。現在公開されているデモ版の1時間ちょっとの短い時間でも実感できるくらいです。まずは気になる可愛げな主人公キャラの存在です。実際は神様であり、すごい年齢を重ねているようですが、プレイキャラになるかどうかはわかりませんでした。一番初めのチュートリアルでは一緒に戦ってくれますが、それ以降は8人の召使い的なキャラたちで戦う作りになっています。では主人公は何をするのかですが、このゲームの一つの売り、刀鍛冶です。素材を集めることで独自の武器を作ってくれます。何よりもすごいのが本場の制作工程にあり、ここまで細かく作れるゲームはなかなかありません。はじめに刀の形状を設定できます。まっすぐの刀だとしても、太さや丸み、刃の部分の広がりだったり、あるいは刀を6等分くらいにして、それぞれの部位ごとに見た目を変えられます。曲げることもでき、ジグザグ刃にして、絶対に鞘に入らないようにもできます。そこからさらに工程もといミニゲームが8つほどあり、それぞれの結果が良いだけ刀も強くできます。名前も付けられるほか、装飾や色で外見も変えられ、素材によっては特殊能力がつきます。その上、刀を研ぐ工程では、今までの鍛冶の結果の範囲内で、威力や耐久性といったパラメータを上下に調整できます。刀はメインとサブ2つ必要であり、それぞれ役割が異なり、どちらにも合った性能のものを作る楽しみが生まれます。新たな鍛冶屋芸といっても過言ではないこだわりの作りです。ただし、この作品はハデス風ローグライトでもあり、この鍛冶屋部分が逆に足を引っ張ってしまうんじゃないかというレビューも見られます。一本鍛え上げるまで非常に時間がかかります。加えてミニゲーム失敗でやり直しができず、セーブとロードを繰り返してしまうんじゃないかとも言われています。ゲーム後半になってからプレイヤーの鍛冶屋の腕が上がり、ミニゲームを難なくこなせるようになるかどうか次第ともなりそうです。あるいはよくあるのが補助アイテムで結果を良くするとかでしょうか。もしくは鍛冶屋のおっちゃんに任せればランダムで作ってくれます。あたかもディアブロ系戦利品を得る感触に近くなることでしょう。それと難点としては今回のデモ版だからなのかどうか、鍛冶中は鍛冶屋のおっちゃんが声でリアクションを取ります。主人公の可愛らしい声で鍛えてほしいので、これは製品版でどうなるかです。せっかくの売りなのに台無しです。以上、主人公は鍛冶屋がメインで、せっかく見た目も良いのに操作できないという残念さはあります。しかし、クリア後に使えるようになるとか可能性としてはあるので、製品版に期待です。他に特徴はこれまた賛否を呼びそうなのが、戦闘よりも会話の方が多い点にあります。デモ版は序盤なので、なおさらなのかもしれませんが、フルボイスであり、会話シーンにも重きが置かれています。ローグライトというとすぐさまさっと遊べる作品が多いため、ストーリー部分が多いとターゲットがブレます。会話ウィンドウが表示されるまでの間とか、スキップボタンの反応とか、テンポがやや落ちる部分があるのも相まっていますが、ここら辺は改善は行われることでしょう。特に対話に力が入っている点として、召使いもとい祈り子8人のうち2人でペアに冒険に出るわけですが、道中の休憩所で8人すべての組み合わせでの話が全員フルボイスで用意されています。何パターンあるかわかりませんが、ここら辺から見て物語中心のゲームにもなっていることがわかります。後半になるにつれ大抵は戦闘が中心になってきますが、どうなるかです。しかしてこの2人ペアで戦うのは大きな特徴です。バンサワ系で1人2役のローグライトはありましたが、ハデス風では珍しいです。CPU に任せる以外に自分で2人同時に移動できます。ボスの強い攻撃を回避するときなどに使えそうです。オフラインやマルチなら2人で遊べ役割分担できます。1人目が2本の刀で戦い、2人目は魔法でのサポート役です。道中ランダムで得られるスキルや鍛冶屋と合わせ、2人分の能力の組み合わせは無限大となります。以上、メインキャラで戦闘できなかったり、会話にも重きが置かれている点、あるいは今までにない鍛冶屋システムだが時間を要する点において、賛否は出そうなものの、現状はデモ版であり、今回のフィードバック次第でより遊びやすい調整は行われることでしょう。正式版発売日は2025年9月19日で、定価は3960円です。PC のほか家庭用版各種にも対応しているため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした要素をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。
さあ、はじめは難易度選択。ノーマルにストーリー。ストーリーが優しいようですね。じゃあ、ノーマルでいきましょう。ゲーム中いつでも変更できるんだ、難易度は。さあ、オープニングかな。神の子とは、不老である。8人の仲間、祈り子。時を巻き戻して、何度もやり直すんだ。それがローグライトの設定なんですね。代償がある。時を繰り返すには。いろいろ失うって話か。この周りのキャラクターが、祈り子かな。仲間ですね。ああ、主人公のとは。戦い続け疲れたでしょう。ここで一度休息を取りましょうか。喋る獣が仲間か。なんとかしないと。さあ、二人一組で行動するようですね。烈火が今回の剣になると。武器になるのかな。二人とも力尽きたらおしまい。一人体力があれば無事なのかな。この NPC の方を動かすんだ。トアではなくて。よし。これは何かな。ここでミッション開始か。すべての敵を倒さないと次に進めない。剣は本佐と脇佐2本の刀で戦う。まずは本佐で攻撃を仕掛けよう。何キーだ ?R1。ほら。お。ズバズバ切って、居合攻撃、三角。同じ刀を使い続けると、刀の加護の耐久値がなくなり、攻撃力が半減する。そんな時、居合で別の刀に切り替えると。居合お、居合打ったところ、突っ込みましたね。で、次はチャージ攻撃。R1 長押し。最大4段階。よし。ほら。今のが1段階。さらに L2 で、神楽の砲術の混合剣。クールタイムがあると。さらに R2、砲術の不当陣。ダメージを無効化する。代わりに移動ができなくなる。よし、混合剣。使ってみたけど、エフェクトに見えなかった。R2、これがバリア。あれ動けなくなるな、とはか。で、さらに四角、必殺技。マナが十分に溜まったら使える。必殺おーありゃー連続切りですね。どっちは L1 だね。R3 で手動移動に変更神楽。止まりましたね。あと R1 を貯めましょう。脇差しチャージ攻撃。たまらないな。この状態で貯めるんだ。武器を切り替えてから貯めるんですね。画面左下にいろいろゲージがありますけれど。全部したかな。そしてクリア報酬。敵をすべて倒す報酬。ランダム能力ですかね。音調と効果。2つがある。音調のレアリティ。レア度が高いと。効能がいいんでしょうね。一番レアリティが高いのが神業。今のところ一番右がレア度が高いのかな。本佐の攻撃力上昇。さらに炎上付与。絶対炎上するのかな。力がみなぎってきた。お、炎上してますね、確か。危ない。ギミックマリオだね。次の扉へ。これはハデス式っぽいね。これ何？報酬の詳細。これで説明がわかる。桃。真珠の音調強化。一緒に戦いましょうと言われるんだけど。トアはいつ攻撃してくれるんだ。たまに殴ってくれますね。さあクリア。これで何が強化できるんだ？現在持ってるこの能力。これのレベルを2に上げられるのかな。でかいの出てきたよ。うわぁ、なんか負けそう。負けイベントっぽいよ。よっしゃ、だ。おー。どっちを活用しよう。やるそうだ。やったー。勝てるようになってましたね。負けイベントではなかった。味方がどうなってしまうんだ。うわー。これはまた仲間を集めるところから始まるのかな。で、次は始まりの道。相棒いなくても。いや、いるじゃねえか、いっぱい。いつ集まったの？みんな、お待たせしました。離れ離れになったんじゃないのか。神楽。各キャラクターは砲術の属性を2種類持つ？剣と合わせてベストな組み合わせを探る。なるほどね。2人を同時に操作できるって話か。R で。で、これで、手動で移動できる。2人をバラバラにね。うまく活用すると有利に運べるんでしょうけどね。なかなか難しいですね、これは。一定距離以上離れることはできない。ダンジョン攻略。倒れてしまうと
音調を失う。一時能力ですね。代わりに効果はトアに届く。これは永続強化かな。どうした？破壊可能なオブジェクト。背景を破壊することで、いろいろ回復するアイテムが出る。マガ玉も出ると。さあ来ました。刀鍛冶。素材でなんか作れんのかな？解体や装備変更もできる。素材は2種類。なくても作れるが、使うことで祝福を付与できる。ランダム効果かな。作成する方法は3種類。通常、あらかじめ決めた形状。本格作刀が叩いて細かく形状を決める。そしてランダム。まだ素材を選択。これ一つありますね。あとは、闘魂。上の方が、なんか効果高い感じだね。紅刀。これで、現状通常しか選べないの？まあ、決定するか。設計図の作成は、通常モードの作刀のみにある機能。まあ、保存しておいて、いつでも同じものが作れるみたいな、そういう感じかな。詳細。うわー、なんだこれ。こんな細かい部位まで。左端？あんま勝ってるように見えないけど。曲げる。うわー。なんだこりゃ。で、これは変わってるように見えないんだよな。ちょっと音が耳に痛いな。厚み？薄い方がいいのか。あ、多少変わってるのは見えますね。右幅。あ、これは増えるね。ちょっと太くできる感じか。あ、太くなってる。でもなこれ設定したところでって感じだよね。J と L で回転。あ、これで太さが見れるんだ。よし。これ決定してみようか。おう。水へし開始。作刀について、いろんな工程がありますと。見極めが重要だ。見極めが重要？これによって性能が変わるのもしかして。何惜しいな。何が正解だったの？長押し。ああ、なるほど。ピタって止めるんだ。うおああ、ちょっとずれたね。赤で止めるのがいいかな。お見事。うおー、よいしょー。やり直したい。やり直しできないの？これはタイミングが赤で。R1。来た。その調子だ。はい。ありがとう。ふわー。お次は？ここはおっさんの声じゃなくて、主人公の声でいいんじゃないの？採点。大成功できた。高品質な薄い鉄。上が80点だけど、これによりちょっと下がっちゃうのかな、性能が。さらに次があるよ。これ、8まで全部やんの？マジで。これはまあ毎回やるの大変だから、大抵がね、お任せになりそうだね。刀が変形する？さらに変形できんの？初めの設計図はどうなった？叩く。変形した。あ、これでいいんだ。設計図に近づいたのかな。次は土に置く。何すんのこれ。R1 で。お、なんだこれ。塗ってどうすんのこれ。赤土を塗る。うわ、なんか適当にやってるけど。できた？今回90点か。最高だ。さらに耐久性上がった。次は研ぐ。よく考えろよ。R1 で研ぐ。研ぎ方を変える？研ぎ石も選べる。まず研いでみよう。よ？耐久値は下がってる。研ぐたびに威力上がってるけど。研ぎ方、強く研ぐことで一気にいけるんだ。刀の名前を決められるんだ。つば、現状丸しかない。色は変えられる。白にするか。柄もありませんね、現状は。白い刀。さあ、完了。おー。できたとー。どいても曲がってる。ね、嬉しそうだ。刀の祝福。納刀ってなんだ？祝福は、居合の攻撃力上昇。2% が。これランダムでつくのかな？錦。キャラクターの能力評価？スキルポイント割り振りで、基礎能力上げられると。刀の装備方法。本差を今作った。国綱にする。なるほど。これで OK か。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。